今日はですね、私の所属をさせて、一応いただいておるですね、団体の一つの伊勢志摩木彫会の展示会最終日なので、搬出、作品をね引き取りに行くと同時にですね、ちょっと勉強させてもらいに行こうかなと思う次第であります。もう何年ぐらいかな、根付けを習い始めてほどなくして入れてもらって、展示する機会をですね、初めて与えていただいた場所でありますし、僕が根付けをやるきっかけとなった、展示をしていたところでもあります。着きました。裏口、65回っていう結構な長さやってますよね。実際にはその年に2回やってた時も結構あったので、40何回とかそんなんでしょうけども、それでも長い歴史のある、展示会でございます。もう忘れもしないですね。朝の新聞に展示会のことがちょっと載ってて、何気なくですね、ちょっと思い立って、雨の日でしたね、行ったんです、会場に。そしたら、偶然、先生がいらっしゃって、根付けを習う、ということになったんです。やりたいって言ったんで。で、そっからもう12、3年経つわけでございます。本当にね、この展示会は、昔は根付けも少なかったそうなんですけども、本当に、今は結構な数の根付けが見れる場でございますし、いろんなね、木彫作品も見れるので、楽しい場所でございます。一応65回ってなかなかじゃないですか。でも磯田さんなんかこの前さっき来た時にちょっと話したら、僕のこと忘れてんちゃうかなと本当に言葉遊びじゃないけど、なんですかね、そういうのがなかなか思い浮かぶ。結局最近やっと景色みたいなのを掘ろうと思ってますけど、今まで本当に例えばネズミやったらネズミ単独そいつだけっていう、だからあれですね、本当にちょっとずつ掘ろうかなって思う世界観みたいなのがを意識するようになってきたかなって思いますね。横山君の妖怪シリーズ。妖怪もまたいろんな妖怪作りたいなと。本当にとにかくいろんなもの掘りたいものはいろいろあるんで、一つのテーマでもいろんな形で掘っていこうかなって思ってますし、そういうの掘ると少ないな。
降りよった山田洋次もなくなったらしい。ほんまですよ。まあ本当に久しぶりに会う方もいっぱいいたので、楽しかったですね。まあ無事になんとか撤収も完了して、まあ帰ってきたわけですけども、まあ本当にお世話になった場所でもあるので、まあ、知っている方がいらっしゃる限りは、まあ、参加していこうかなと思っておりますけども、また来年もね、できたらいいなと思いますんで、ぜひぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。